こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんのこちらのラメ入りの毛糸を使ってキラキラのスマホポーチを編んでいきます。今回あまり編み物に慣れていない方にも編みやすいシンプルな編み目のポーチにしましたので、お好きなボタンやパーツでオリジナルのポーチに仕上げていただけると嬉しいです。使用する毛糸はこちらです。ダイソーのグリッターベールを2玉。動画ではスモークグレーの色を使用しています。使用する材料はこちらです。ダイソーの4枚入りの底板を1枚。ショルダータイプにしたい方はお好きなショルダーと D カンを2つ。短い持ち手でもお作りいただけます。ボタンか付けたいパーツはお好きなものをご用意ください。使用するかぎ針は7号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。1段目の編み図がこちらです。底板に細編みを編んでいきます。今回使用する毛糸は柔らかくふわふわしているので、2本取りでしっかり編んでいきます。編み始めはこの穴からになります。糸を引き抜いて鎖1つで立ち上げます。同じ穴に細編みを1回編みます。次の穴は細編みを2回編みます。1回、2回、次の穴は細編みを1回、次の穴は細編みを2回、1回、次の穴が細編みを2回、次の穴が1回、次の穴が2回、次の穴が1回。これで底板の直線の部分が編めました。ここからサイドの5つの穴のところは細編みを2回ずつ編んでいきます。1回、2回、これをあと4回繰り返します。サイドの5つの穴が編めました。ここから直線の9つの穴は細編み1回、
細編み2回を繰り返していきます。曲線の最後の穴は細編み1回になります。ここからサイドの5つの穴のところは細編みを2回ずつ編んでいきます。これで1段目が完成です。2段目は細編み46目を1周編んでいきます。1段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで1目ずつ細編みを編んでいきます。1周編むとこんな感じになります。3段目も続けて細編み46目を1周編んでいきます。2段目の終わりから1目ずつ細編みを編んでいきます。この繰り返しで細編みを全部で46目編んでいきます。1周編むとこんな感じになります。4段目は鎖3つで立ち上げ、長編みを1周編んでいきます。3段目の終わりから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。鎖1回、2回、3回で立ち上げ、これが1つ目になります。次の編み目に長編みを1回、これが2つ目になります。次の編み目に長編みを1回、これが3つ目になります。この繰り返しで長編みを1周編んでいきます。
長編みを1周編んできました。最後の46目の長編みを1回編んだら、最初の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで4段目が完成です。5段目は鎖1つで立ち上げ、細編みを46目編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、下の段の鎖3つの立ち上げたところが1つ目になります。次の長編みのところに2つ目、3つ、4つ、この繰り返しで1周編んでいきます。細編みを1周編んできました。46目の細編みを編んで、これで5段目が完成です。6段目は鎖3つで立ち上げ、長編みを1周編んでいきます。5段目の編み終わりから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。鎖3つで立ち上げ、長編みの段はこれが1つ目になります。隣の編み目に長編みを1回、これが2つ目です。3、4、この繰り返しで1周編んでいきます。長編みを1周編んできました。46目に長編みを1つ編んで、最初の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで6段目が完成です。7段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げ、細編みを46目編んでいきます。6段目の編み終わりから鎖1つで立ち上げ、下の段の鎖3つのところが細編みの1つ目になります。隣の長編みが2つ目、3つ、4つ、この繰り返しで1周編んでいきます。細編みを1周編んできました。最後の編み目に細編みを編んで、1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。8段目からもこの2段の繰り返しで好きな高さまで編んでいきます。まだ編めるか不安な方は6段目と7段目の編み方を繰り返し見てください。動画では長編みの段を9段目まで編んできました。高さが約15センチくらいになります。
大きいスマホをお使いの方はもう少し高く編んでも良さそうです。ここからポーチの縁を編んでいきます。縁の1段目は長編みの最後の段から続けて鎖1つで立ち上げ、細編みを46目編んでいきます。この繰り返しで細編みを46目編んでいきます。1段編むとこんな感じです。縁の2段目は D カンをつけてボタンの穴を編んでいきます。縁の1段目の編み終わりから続けて細編みを20目編んでいきます。細編みを20目編んできました。ここから D カンをつけて3目で編み込んでいきます。1回、2回、3回。これで1つ目の D カンがつけられました。ここから細編みを7目編んでいきます。細編みが7目編めたら鎖を1、2、3、4、5、6目編んで、6目開けたところに細編みを編みます。一つ細編みが編めているので、ここから細編みをあと6目編みます。ボタンの穴のところから細編み7目編めたら、最後の3目で D カンをつけていきます。縁の2段目が完成です。縁の3段目は細編みを46目編んでいきます。縁の2段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで細編みを1目ずつ編んでいきます。ボタンの鎖6目のところに来たら、鎖の編み目をくるむように
細編みを6目編みます。鎖部分の6目が編めました。続けて細編みを編んでいきます。3段目の細編み46目を編み終えるとこんな感じになります。縁の4段目と5段目も続けて細編み46目を編んでいきます。3段目の編み終わりから細編みを続けて編んでいきます。この繰り返しで細編み46目を2段編みます。2段編むとこんな感じです。最後に引き抜き編みで縁を1周編みます。これが最後です。頑張っていきましょう。この繰り返しで1周編んでいきます。引き抜き編みを1周編んできました。最後の目が編めたら1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで完成です。糸は長めにカットします。編み終わりの糸を処理します。最後に好きなボタンを選んでつけていきます。今回普通のボタン以外にも毛糸で作ったポンポンをつけてみました。ポーチを裏にして上から3段目の真ん中あたりに紐を通してつけてみました。紐は取れないように結んで糸をカットしています。ボタンではなくポンポンにしても大丈夫そうです。もしよかったら参考にしてください。完成です。お疲れ様でした。底板を使ってマチも広いのでスマホ以外にもエコバッグくらいは入りそうな大きさです。
シンプルな編み目ですがキラキラしてふわふわした肌触りがとても可愛く仕上がるので、もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。またリクエストなどありましたらコメントください。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録